皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今回は皆さんも悩まれてると思うんですけれども、この夏のね暑さをどう乗り切ろうかなっていうところと、私のこのバッグの中身をご覧いただこうかなと思います。はい、ではまず暑さ対策ですよね。今入れてたんですけど暑さ対策ですよね。はい、まず日光を防ぐのが一番ね肝心かなということで、まずは日傘ですよね。こういうの日傘、これはね栗山さんの日傘で麻素材なので、こう熱気がこもらなくってその分涼しいんですよ。ただね、この日の光はちょっとやっぱ透けてきちゃうので、すごく日差しが厳しい時はこういうね遮光タイプの日傘がおすすめですね。こうやって裏が黒くなってるやつね、今こういうのよく売ってるじゃないですか。後ろが黒くなってるやつ、これはね本当に日差しを本当に防いでくれて涼しいですよね。これもねいいかなと思います。折りたたみで本当2000円前後ぐらいで売ってたりするし、 Amazon でもそれぐらいで売ってたりするので、こういうのがおすすめですよね。日傘ですよね。日傘とか、あとはねよくねこういう、私も今保冷剤持ってるんですけど、こういう保冷剤をねこういうこの辺にね入れたりとかするのよく聞くんですけど、私の一番のおすすめはこうやってちょっと軽くタオルでくるんだら、ここです。この衣紋に突っ込んでやってください。これ前にもショート動画でやったんですけど、ここをね冷やすと全然違うんですよ。本当にこのできれば中に入れ込んじゃって肩甲骨と肩甲骨のね間にね入るともうほんと気持ちいいです。ただこの間ねやっぱ結露でちょっと着物がね湿っちゃったんですよね。なのでいい着物を着てる時はちょっとあんまりおすすめできないんですけど、こういう感じの麻とか綿麻とか綿のね着物を、あとは化繊とかセオアルファとかの時はもう全然いいかなと思うんですよね。こうやって入れちゃうと本当にひんやりしてすっごい気持ちいいです。これは着物着てる時は本当におすすめ。これで日傘を差して歩くとなんかふーんって感じ涼しいわーって感じで駅まで行きます。はいはい。であとは着るものですよね。私今はさらし巻いて麻の長襦袢を着て、でおじやですね。やっぱりね麻の長襦袢と麻のおじやは摩擦すごいですけど、涼しさは本当にすごい涼しいです。こうやってこの着物着てね駅まで歩くじゃないですか。多少ちょっと汗かいちゃいますよね。で涼しい電車の中に入るとエアコン効いてるでしょ。そうするとエアコンの風がさーっと本当皮膚の表面までね到達するぐらいめっちゃ風通しいいんですね。朝ってねすっごい涼しいっていうかもう若干寒いです。なのであんまり冷えるのが気になる方はお腹とかね綿のなんだろう腰巻きとかした方が裾よけ、綿の裾よけとか下半身がね冷えるわっていう方とかはした方がもしかしたらいいかもしれないです。若干このね朝と朝だからすごく寒いから、この襦袢の方をなんか違うものにしたりとか、朝の襦袢だったら上はなんかローにするとか、まあそんな感じだと少し寒さが和らぐかもしれないけど、お風呂上がりにこう扇風機の前とかに立つとすっごい涼しいでしょ。ああいう感じです。朝の着物と朝の襦袢でエアコンの風に当たるとそれぐらい涼しいですね。なのでねもう1枚とかもう2枚とか朝のね着物が欲しいですね。できればおじやで欲しいな。今年はちょっと買えないから来年買うぞ
来年は買いたい。暑さ対策はそんなとこかな。首周りにね、こうなんて言うんですか、こう巻くやつあるじゃない、売ってるね、流行ってるの売ってるじゃないですか。ネッククーラーかな、なんかね、あれも涼しくていいのかもしれないんですけど、あれもねすごく持ちが悪いっていうことなので、すぐぬるくなっちゃうっていうことなのでね、この保冷剤もだからといってお出かけしてる間ずっと涼しいわけじゃないんですけど、もう夏出かけるとしたら涼しいところに行く、デパートとか美術館とか。この間ティファニー見に行った時も、こう終わってみたら今日全然暑くなかったねって言った友達とお話ししてたんですけど、よく考えたら家から駅までは普通に外気温の中歩いていくじゃないですか。電車に乗ったらもう虎ノ門ヒルズまでずっと乗りっぱなしで、一回乗り換えたけどほぼ乗りっぱなしで、電車の中でずっとエアコン効いてるでしょ。でエアコン虎ノ門ヒルズに着いたらもうそこはエアコンの世界なのですっごく涼しかったです。だから着物でねお出かけするときは公園とか行くんじゃなくて、涼しいところでランチか涼しいところでお買い物もうそれに限りますね。だから暑いところに行かない、本当に。でちょっと外を歩くちょっとの間はこの保冷剤をここに入れてね、ここに入れて日傘を差すと、もうそれですね。暑いとこには行かない、もうそれに限ります。この背中にね保冷剤入れるのは本当に多分ね、なんていう人体の構造上すごく理にかなってるところだと思うんですよね。反対に寒い時にカイロをどこに貼ったらいいかって言ったら、この肩甲骨と肩甲骨の間を温めると本当にあったかいです。温泉入ってるみたいに気持ちがいいので、寒い時はこの背中の肩甲骨の間にカイロを貼って、暑い時はこの保冷剤をこのエモンからこのなるべくね肩甲骨にこのなるべく下の方に突っ込んで、こうやってこうやってね外歩く時はこうやってなんとなく日傘で隠しながら歩く。これが最強だと思います。それではじゃーん、パックです。これはもう何度も登場してますが、いただき物の山ぶどうのカゴバッグですね。今回冬の間はここファーつけてたので春はね外してたんですけど、夏はこういう布を巻いてみました。かわいいでしょ。こんな感じでちょっとねなんか最近手汗が気になってきて、ここだけね黒ずんじゃったら嫌だなと思って、こう余ってた証券のね生地なんですけど貼ってみました。すごくね肌当たりも良くなっていいと思います。こう雰囲気も変わってちょっとイメチェンしていいでしょ。こんな感じで、こういうカゴバッグって中の整理結構大変じゃないですか。ポーチとかにね分けててもお財布がどっかに行っちゃったとか、携帯がどっかに行っちゃったとか、鍵みたいな感じになっちゃうと思うんですよ。このね中をどういう風に収納していくかとか、そのねグッズとかもご紹介したいなと思います。はい、じゃあまずね1個ずつ見ていきましょうか。まずはさっきねちょっとご紹介した日傘ですね。これ本当は私のじゃなくて娘のなんですけど、今自分の日傘探し中です。なくしたんではい、こういう日傘ね、日傘もこう簡単に入っていいですよね。ちょっと下向けようかな。はい、日傘ですね。で YouTuber には必要なじゃーん、自撮り棒ですね。これちょっとあまり活躍してない自撮り棒だけど、活躍してる自撮り棒は今使ってるんで、はい、自撮り棒ですね。それからはいセンスです。そしてそうだ、出してたんですけど、扇風機ですよ。扇風機、もうこれはねほんと必需品。これはお出かけの時も家の中も必需品です。はい、それから次はバッテリーですね。バッテリー、今はもうバッテリーがないとね途中で切れちゃうと
大変なのでバッテリー入ってます。それからここはハンカチ類が入ってますね。ハンカチと手ぬぐいですね。でティッシュがね3枚3つもらい物のティッシュとウェットティッシュが1枚というか1つ入ってます。それからこれこのバッグと一緒にいただいたねこのピルケース、この中には純子先生にいただいたこのショールクリップが入っていて、この手ぬぐいはねよくこうやってエプロン代わりにこうやってつけて使ってます。これめちゃくちゃ役に立っててめちゃくちゃ使ってます。はい、それからあとなんだ、これねこういうの入ってます。なんか鏡でちょっとだけ名刺がここに私の名刺が入ってますとか、そうこれですね、こういうこっちは名刺が入ってるんですよね。いただいた名刺をちょっと入れておいたりとか、あと自分の名刺が入ってます。でこれお財布ですね。これは今ほとんどスマホ決済かクレジットカード決済なので、もう小銭もねほとんど持たないんですよね。しょっちゅうね現金持たないで出かけちゃって困る時があるんですけど、ランチの時に現金しかダメっていう時が最近多いので、2、3000円入ってるかな、お出かけする時は。でもそんな大金とか全然持ち歩かない人ですね、私ね。落としたら嫌なんで。それからこれ口紅ね、あんまり化粧直しとかあんまりしないんですけど、あんまり化粧本当私ね化粧苦手なのでね、化粧もねもうちょっと勉強しなきゃですよね。これはマキアージュのリップですね。なんか私口紅塗るとすごい老けるんですよ。あんまり口紅塗るの好きじゃないんですけど、でもこれはなんか発色良くて明るく見えるんで、これは気に入って使ってます。それからと鍵ですね、家の鍵、キーホルダーについて家の鍵と、そんなものかな。あとボールペンですね、ボールペン。それからあったまだマイバッグね、そうこれクリップと腰紐ですね。一応念のためにこれはいつもバッグの奥底に沈んでるんですけど入れてありますって感じですね。でこのバックインバッグがこういうやつです。こういうの、これはなんかね結構便利で、こういうのこれとか取り外せるんですよ、こうやって。だからこう自由にねこの仕切りを組み替えられるんですけど、私はでも全部つけてやってます、ね。これ結構マチがあってすごい、この中にねこうやってすっぽり入ってこういう感じで使ってます。こうやってね仕切りがあるとほんと便利で、じゃあ今空になったのでね、これに入れていこうと思います。これはいつもねこの端っこのこの辺に入れ込んで置いてあります。手前バッグね、バックインバッグの中じゃなくて端っこに、バックインバッグの中はこうやって一番大きいところにハンカチを入れて、ティッシュですね。こういうのはねさっと取り出しやすいところにあった方がいいかなと思う。いつもだいたいこの真ん中の大きいところに入ってますね。あとバッテリーでしょ、バッテリーここに、これねスポッと入って気持ちいいんですよバッテリーでしょ。鍵は落とすと嫌なので、このチャックがついてるところに入れてここ閉めときます。もう鍵ね落としたくないんで、こうやってチャックのこういうところに入れちゃいます。でお財布と名刺入れはこのねバックインバッグの中でも私ね行方不明にさせちゃうんですよ。なのでこれはいつもバックインバッグじゃないところにこうやって入れてます。これで
パックインバッグじゃないところに入れちゃうの。はい。このよくわからないケースね、入れて、で扇子、だからボールペンですね。これ青いボールケースだけど、中身は黒いインクのやつを詰め替えで入れてあるんです。よいしょ。と口紅ですね。はい。そしたらこの反対側に傘と緑棒を入れて、はい。でこの扇風機もこうやって端っこにここに入れました。ピルケースね。ピルケースこっち側だな。ピルケースを入れて、扇風機こっちに用意しちゃった。はい。あと携帯ですね。携帯はね、よく紐をつけて斜め掛けにしてることも多いですね。こうやって入れておいて、こんな感じです。はい、入りました。まあまあ重くなりますけど、でもまあこんな感じで普段はね、このバッグこうやって愛用してます。バッグインバッグほんとね、型崩れもしないし、すごく使いやすくていいんですよ。これね、確か Amazon で買ったと思います。Amazon でまだ売ってたらリンク貼っときますね。はい、では今回は私の夏の着物を着ての過ごし方はどうしようかなみたいな話と、このバッグの中身をご覧いただきました。めっちゃ可愛いこの布の巻いたのが気に入ってます。はい。このチャンネルでは、着物に関する動画を毎週日曜日夜9時からプレミア公開で公開しています。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。通りがかりの池でとってもハスが綺麗に咲いていたので、今回は最後にそちらをご覧いただこうと思います。それではまた来週もお待ちしています。ありがとうございました。